人材開発室は会社を動かす未来を作るというところの中で、組織戦略の中の人に関する部分ですね、そこを担っていくという部分です。5年前ぐらいですかね、農家社長にお声掛けいただいて、そろそろこう給料自分が決めるのが限界が来たみたいなことを鉛筆なめなめで書きながら、ちょっともう難しい段階に来たということでお声掛けいただいたんですけど、そこのやっぱりところが、40人50人手前までぐらいはですね、社長の方でなんとかこうやりながらも、そこから先なかなか顔も見えなくなってくるので、その中で継続しようとすると難しい部分があるかなと思います。人に関するテーマだけで山ほど仕事あるので、そういう意味ではここが専任化されていかないと難しいなと思います。でその中のこういう人が欲しいよということを定めた上で、採用で必要な人員を必要な人数を集めるということがポイントかなというふうに思います。100人の募集団を作って1人採用するという時代ではなくて、欲しい人材を10人、説明会に来てもらって1人採用するという時代でいいと思うんですよね。その辺を緻密にやっていくのが今の採用かなとも思います。また、入ってくださった方に対してですね、長期教育とかその後の OJT みたいな部分ですね、そこも現場任せになってしまうと結構やめてしまうってことが多いなと思います。多いケースが賃貸中華にまず配属しといて、現場のリーダーに鍛えてもらうみたいなケースがあるんですけど、ワンストップでいろいろできる会社であれば、うちの会社にはいろんな部門があるんだよってことをまず見てもらった方がいいだろうなと思いますし、会社の中に知らない人がいっぱいいる環境ってやっぱり緊張するんですよね。そういう意味ではいろんな部門を最初回ってですね、売買の方、管理の方、経理の方、工事の方、いろんなリーダーと顔見知りになることで自社がホームに変わるんですよね。家に帰ってくる感覚というか、なので出社もこう元気にできるしみたいなところも含めてですね、初期教育ってすごく大事だなというふうに思います。その上で成長支援型の人事評価制度を運営し、社員のキャリアアップをサポートするという今日のテーマですが、どういうことを会社として目指していて、各社員さんにどんなことを期待するかということを明確に伝えていくということが始まりかなと思うので、このあたりですね、確認いただければと思います。まずですね、冒頭宮下からあったように、下山経営の自由、この中において重要視されるのは組織戦略だ、そのようなお話がございました。では組織戦略が重要視される中では、この2つが備わっている組織がすごく大切だよと、そういうお話もございました。一つが若手リーダーが中心の勝てる体制、それから幹部社員が中心の勝たせるチーム、ここも備わっている会社様が下山経営で強い会社だよと、そういうお話がございました。具体的には、勝てる体制というのは自社が最も強化したいテーマ、ここを実行できる組織を作るということ。例えば管理拡大が重点テーマでしたら、オーナー訪問の専任者はいらっしゃいますか。完全に専任にはできなくとも7対3ぐらいの割合でメインの業務を担われる方がいらっしゃいますかと。他社様でよくあるのは、正直なことを言いますと、名ばかりのオーナー営業というような肩書きで、実態はですね、リクエスト対応に追われてしまっているとか、あとは賃貸仲介でいきますと、年々下がっている反響来店率ですね、ここのメインの担当者とか専任者がいらっしゃいますかということです。それから彼らをしっかり育てていくためには、40代から50代のしっかりと経験とか知見を蓄えた幹部の方々が中心の勝たせるチームというのが必要でした。情報戦略チームというのが、今まさにデジタルツールとかクラウド化っていうお話があったように、情報のバトンをいかにスムーズに渡していくか、そのようなところの社内の体制を整えるのが情報戦略チームのお仕事です。ワンチーム体制を言い換えますと、全員の時間を全員で使い倒すようなイメージを持つこと、これもワンチーム体制と言えます。例えばですね、この図にあるような3名の方々、リーダーを含む3人の8時間 ×3 名なので24時間分ですね、これを全員で使い倒していくと。でこの時大事なのが、全員が全員同じ仕事をしてしまってはちょっともったいないなと。一人一人得意なこととか強みとか、あるいは現場の方、マネージャーの方でやるべきことが違ってきます。なので大事なことは、得意なことに一番の時間を当てるということです。リーダーの方々はしっかりマネジメントの時間を確保してくださいねと。カレンダーの中にマネジメントという時間を確保してくださいと。反響来店を担う部署であれば、メール反響を対応するという時間を確保してくださいと。そこをしっかり確保して得意なところに一番の時間を当てる、そういう体制がすごく重要です。
それからですね、もう1点補足させていただくと、このリーダーというのが後ろにですね、ふんぞり返って誰々君あれやりなさいと、これやったのと、そういうチェックをするのはリーダーの仕事ではありません。チェックをすることがマネジメントではありません。大事なのはリーダーがみんなの中の真ん中に立つというスタンスです。このような形でリーダーマネージャーの方は真ん中に立つと、そういうスタンスで日々の仕事に対して向き合っていくのがすごく大切だと思います。それからこれらのワンチーム体制を前提としてこれを強化するというのが人材開発室でした。具体的には3つの役割ですね。成長支援型人事評価制度というものを取り入れて個々の成長をサポートしていきながら、年に2回から3回の成長支援会議で人材の見極めと抜擢を行う。それからワンチーム思考を強化するためにモニターを使ったりイベントを開催する。大きくこの3つを人材開発室は担っていたんじゃないかと思いますし、そのきっかけというのが社員数の壁であったよと。もうちょっと細かく見ていけば、皆様の会社の中の部長とか課長とか店長がマネジメントできる人数の壁あると思います。一つの店舗に10名12名もいて店長が1人では、正直全員見切れないよなとか、下に10名いらっしゃる12名いらっしゃる部長さん、12名分面倒を見れているかな、マネジメントできているかな、あるいは社長経営者の皆様ですね、30名40名50名20名さまざまいらっしゃるかと思うんですが、全員のマネジメントができているかなと、そこに壁を感じられて評価制度を実装されている。人材開発室を立ち上げて成長支援型の人事評価制度を導入されたというのがこの第2講座までの振り返りでございました。ですのでここまでをまるっとまとめていきますと、経営理念を見える化したビジョンというのを指標タスクに落とし込んでいるということ、それから2つ目が勝てる体制と勝たせるチームの組織づくりというのをちょっと時間はかかるかもしれませんがしっかり実装していく。そして体制を整えるだけでは全員は戦力化してないよと。なので全員を戦力化させるためには成長を支援する仕組み、今回でいうと成長支援型の人事評価制度を取り入れる、そういうようなお話であったかと思います。以上この7つの要素で、成長支援型人事評価制度というのが構築されていて、1番から4番が社員の方に逆算してもらうために必要な要素、5番から7番が会社としてのメッセージ、そういうような要素になっておりました。ではですね、繰り返しになりますが全体の総括です。全員戦力の組織を作っていくためにはまずは経営理念から始まるビジョンと中期経営計画を確認しておきましょう。経営理念を見える化したビジョンから指標まで落とし込んでいきましょう。それから登り山とスケジュールが決まっていれば必要な役割タスクが分かりますから、それを未来組織図に作って3年後5年後の組織図を考えてそこに得意な人を当てはめていく適所適材の組織を作っていきましょう。一つ注意していただきたいのは適材適所ではダメです。適材ということはつまり優秀な方々ですから、優秀な方々に仕事をつけていくと結局その人がボトルネックになってしまって仕事が進みません。なので適所適材で考えるというのが大切です。そしてその上でですね、ワンチーム体制で社員全員リーダー含む全員で時間を使い倒す。そしてですね、その上で今と未来のギャップを共有する成長支援型人事評価制度を使いながら若手リーダーを早期に育成して、もし10人採用したのであれば10人育てきる、5人採用したなら5人育てきる、5スキルとか6ボックスとかスキルマップスタンスマップを活用して育てきって組織の壁、つまりはマネジメントの壁を突破していっていただけたら嬉しく思います。はい、それではですね、ここまでの内容をですね、ぜひ皆様の会社に落とし込んでいただいて全員戦力化につなげていただけたら幸いです。こちらのチャンネルでは経営者の皆様に知っていただきたい情報をダイジェストで発信しています。他の動画もぜひご覧ください。